皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ローズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい、対局開始。さあ7六歩からいきましょう。2六歩で私は居飛車ですね。相手の方が、どう出るかですね。はい、四間飛車ですね。じゃあ私の方は王様を囲っていきましょう。さあどうしようかな。今回はどういった戦型でいくか。今回ちょっと棒銀急戦でいってみますかね。棒銀でいきましょう。加藤先生お得意のね棒銀を急戦なのでね端っこをついてしまいます。早めにね。で6八銀と上がって、最近ですとねエルモ囲いなどの急戦が多いんですが、今回は私はちょっと棒銀でいこうかなと思います。5七銀左、こちらともう懐かしいですね。最近はもう本当エルモ囲いなどね、違った形の急戦が非常に多いので、これで3七銀取っていくってね、これが加藤先生お得意のね棒銀でございます。はい、2六銀と出て加藤先生のね服が出ましたね。さあ相手の方はねこれ4五歩だったので、これは角交換してね狙われてる角をさばいてしまおうという対処法ですね。さあこれですとね棒銀出てっても狙ってる角がいないので、またバックしてね持久戦模様になっていきます。はい、こういった指し方もね以前ね昭和の時代ですとよかったんですが、これねやってこられるかと思ったら来ましたね。これ一番強気な手なんですよ。同歩と取って受け切れるっていうのが私の判断なんですけれどもね、やってみましょうか。同歩同桂でさあ2択ですね。引くか上がるか。上がってねいけるんではないかっていうのは私は上がってみますか。これで3九角なんで本来はない受け方なんですけど、これ5五にで角打てるんでね、3九角ですと5角と王手で打って受けさせて3八飛車。そうですね、この時に王手で角を打って、本来ね桂馬を取ったら歩打でね飛車取られちゃうんですけど、これ王手で角を打って飛車寄るとね角後でする。これはね多分ちょっと無理だったと思います。相手方の動きがね。こうやってねやっぱ玉の小瓶っていうんですけど、斜めのラインが開く時っては気をつけなきゃいけないですね。これでそう騙し合いみたいな手順なんですけど、そうなんです。これの時銀が取れちゃうんですよね。そう、これ角の取り合いならいいんですけどね、これはね銀得ではっきり優勢になりました。飛車ってね取ってね、ただ2五桂飛んでくるかな。バラバラねでも大変ですよ。これは勝つまではね2五桂多分飛ぶでしょう。そうですね。さあここからですよね。まだね高美濃囲い本陣はしっかりしてるんで、バラバラ、指せばね、4八銀なら2八角と打つ感じですよね。3七桂成同飛車でとりあえず大丈夫そうなんで飛車をいじめてきますか。3三角と打って、あとねこの6六の銀がやっぱりさっきも狙われたんですけど、浮き駒でちょっとね狙われやすい駒なので、この角を打つことでね陣形を引き締めつつ、飛車とね香車が取れれば再びね駒得が広がるんでねっていうことです。こうやってね駒を1枚得する銀得が大きいんですけど、守りの銀ではなくて攻めの銀ですよね。今3三になのっていうのは相手の方も攻めの銀なので、守りの銀が取れるとね将棋ってのはかなりやっぱり形勢リードになるんですけど、攻めの銀ですとね意外とやってみるとあれ大変だなってことになることもね結構あるんですよね。実際この場合は相手の方のね王様本陣が硬いので、なんていうんですか、そんなに簡単じゃないですよねまだね。はい、で4六ですか、2八角もあったと思いますね。さあこれはどうしようかな。飛車はやっぱりね抑え込みたいんで、4四香とね打ってしまう手がいいかなと思ってます。ちょっと今ね4四香とってちょっと重いかもしれないですけどね。同歩同飛車も悪くないですけどね。それで4七歩と打つような感じでも香車打っちゃいますか。ちょっとねこの香車をあんまり打ちたくないっていうのは、例えばこれ端攻めとかね私の早いんですよ。この高美濃囲いを攻めるのに今4四香ってどちらかというとこう左から私の方から見ても右側から攻める手なんですね。これで例えば桂馬を打っていくとかね、これはもうどんどん飛車をいじめていく手なんですけど、例えば9五歩同歩9四歩同香8六桂とかね、美濃囲いを端から攻めた方が高美濃ですけどねこの場合、王様薄いんでね、これ右から攻めるのはこっちの私の右から攻めるのは結構大変なんですよね。ただ今回は飛車を抑え込む方針で指すことにしました。だからどちらかというとこれ受けの手ですよね。攻め気が強い方だったら例えば9五歩からねどんどん攻めていく手もあったと思います。5七銀は勝負手ですね。はい、これは駒損になるんですけど食いついていこうってことですね。ただこれね同金こっち取るのがいいでしょうね。同金直だと4八銀と打たれるんで、はい、
これはねはっきり優勢ですね。まあこれはねもうぼちぼち4二香成からぼちぼちいこうってことなので、さあ5五歩、あこの5五歩はでもなるほどいい手ですね。香車をなる取り込む、飛車を取る、金を取る、金を取る、一直線の攻めはどうなんだっていうのを今考えてます。なるほどなるほど、これはちょっと嫌な手ですね。香車なる取り込む、飛車を取る、金取る、同金、まあそれでいけるかな。いやこれね5五歩はなかなかの手ですね。こう空振りして、ね、攻めが空振りしそうなんでこれちょっと取っていくんですけど、やっぱ剥がせるんでね、これ一回同金と取りましょう。金の取り合いはちょっと危ないという判断です。でまあこの時に、まあ、金をこっちに寄っちゃって飛車を取らせて金を取りますか。まあ相手の方がね、まあ、勝負手でかなりなんていうんですか、一応駒がさばけたんで、まあ一手違いな感じではありますね。たださすがにね私の方が駒が多いんで優勢ですね。さあここでどうするか。端が一番きついのかな。こういうの難しいところですね。駒いっぱい持ってるんですけどね、馬を動かしたくないっていう気持ちはあるんですよね。まあ、銀を取る手もあるんですけど4七歩成と変わってかえってねスピード的に遅くなっちゃうこともあるので、あとね5八飛車と打たれる手がね攻防の一手なので、まあ5一飛車打っとくかな。飛車打っとくのがいいかもしれないですね。こうね飛車打って、これ攻防にね先着してこちらのね飛車のラインを受けに使っておくってことですね。はい、これ難しかったと思います。いろいろあったと思うんですけどね、飛車はで金も使わせて受けの手ですね。これで端歩をついて、この端でもね私の方はやりたかったんですよね。やはりねこう美濃囲いと戦うこと皆さんあると思うんですけど、まあ、チャンスをね端攻めがいつでもあるよってね狙っておくのが大事です。でこれまあ3七桂繰り返して取るってあるんですが4七歩成と変わるんで、まあそんなに得にならないかもしれない。まあいずれまあ取るタイかもしれないってことですね。いつでも取れるんでね。それより端をついて、まあ金と銀2枚桂とねもうかなり駒を持ってるんで、この銀1枚増やしてね、例えば金と銀3枚になってもねよりもまあ端をね攻めてスピードの方がいいと。で飛車を打ってきましたね。これは歩を受けると飛車になってくるのかな。まだ難しいところですね。金を手厚く受けちゃいますか。これはねまだ難しいです。これねそんなに簡単じゃないですよ。こっちもね私の方もこれで桂馬を取れば一応成銀取られる手がなくなるんでね、相手の方もね。まあ金を打ったのは2九飛車の後に一応6九角と打ってね、攻めてくる手が残るんで、金を打っとけば2九飛車の時にまあ取り込んでね攻めれるってことです。で飛車を5一に打ってるので5一歩5九歩とかね6九歩とか2つね歩を打つ場所があるのがね一応ね私の方としてはメリットですね。で歩を垂らします。さあ同香なら9四歩から8六桂とかあるいは8五桂と打っていくって感じですね。さあこれはどうしようかな。5三桂成もありますね。ここまで来たらねどっちがいいだろう。まあ桂馬でいきますか。じゃあ皆さんに分かりやすくね桂馬で攻めていきます。これはねまあ、9六同香8六桂とどっちもあるところですね。でこの桂打ちは7三から打つ手も狙ってるんで、例えば9一香みたいなの受けた時にこの7三の地点をね狙えるということですね。はい、これははっきりね、手勝ちが見込めそうですね。私の方にこう詰めろが来なそうなんでね。あ角はでもいい手ですね。これは攻防の一手で、まあ飛車を取る手と7三の地点9三の地点を受けてると、これ5三桂成かな。はい、これで飛車を渡してもいけそうと思うんで決めに行った手ですね。はい、飛車は取られるんですが、まあ、同馬と取る手と、まあ、何六三成桂、このね同馬のつもりなんですけれども、まあ、スピード感を持ってねいこうと。やはり金2枚縦に並んでるとねこういう時にまあ安全ですよね。まあ歩で受けてるよりねこの瞬間が一応かなり駒がぶつかってるんで私の方としても気をつけないといけないんですけど、まあ一手我慢して次6三成桂が回れば相手の方のね、形が受けなしになるので、はい、そうですね。この時にまあ6三成桂もありますけど同馬が一番いいでしょうか。これもね詰めろになってそうですね。この7三に角あるいは銀を打っていってね、さあこれで、詰みがあるんではないかというのは私の読みですね。まあ角から入るのがいいか銀から入るのがいいか、銀から入りますか。これは即詰みだと思います。相手の方がね形がね。さあこれで香馬を取って、そうですね。やっぱり8攻めやっぱりかなり強力なんですよね。美濃囲いに対してね香車を走って。さあこれで、そうですね銀を打って、さあ長手数ですけどね即詰みですねこれはね。はい、銀打ちがね攻守ですね。はい、まあ他にもね詰む筋ありますね。香車して9五歩でも詰みだったと思うんですけどね、まあこれも詰みですね。香車して9五歩の方が分かりやすかったかもしれないです。これは王様引くと9四香から詰み、そうですね即詰みになりました。定石をしてるといいでしょう。
いかがだったでしょうか。今回はですね試験飛車に対しまして、棒銀の急戦策でね挑みました。相手の方がね狙われてる角をこうさばくというね対処法だったので、棒銀を繰り返るという、指し方になったんですね。相手の方が6五歩とね仕掛けてきた手が、少しね、結果的に見て無理筋で、そこからは私の方がね駒得になって、押し切ったという内容の将棋でした。こちらの方ね、詳しい変化や、投了図以下のね即詰みの解説などは解説編の方でやっていきますので、そちらの方もご覧いただければなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。